こんばんは、スチョローパパです。皆さんはこれからパソコンを買って何をしたいか明確に目的は決まっていますか？おそらくですが、パソコンを覚えて仕事や学校で役立てたい、パソコンを使った副業でお金を稼ぎたいなどと、パソコンを買ってどうしたいかの目標はあるとしても、パソコンで具体的に何ができればよいかはわからない人が多いのではないかと思います。ですが、パソコンはどのパソコンを買うかによって、パソコンで何ができるのかがほぼ決まってきますので、安くて性能の低いパソコンを買ってしまうと、パソコンでできることが大幅に減ってしまいます。そこで今回は、今後パソコンで何をするにしても、ほとんど困ることのないレベルのパソコンで、なおかつ現在価格で9万円以下という非常に買いやすい価格となっている、レノボの最新機種、ThinkPad E14 Gen 5 AMD を紹介したいと思います。これ以降は省略して、ThinkPad E14 と呼んで紹介します。この ThinkPad E14 であれば、一般的な利用用途であれば、まず困ることのない高性能レベルのパソコンとなっており、また家で使うことが多い人でも、外に持ち運ぶことが多い人でも、どちらにもおすすめできるという、誰が買っても満足できる超万能なパソコンとなっていますので、ぜひ参考にしていただければと思います。ちなみに私は IT 関連企業で20年以上働いており、常に新しい技術や最新パソコンに触れる環境にいますので、パソコンについてはかなり詳しい方だと思います。また、スチョローパパチャンネルでは、これまで最新おすすめパソコンの紹介や Wi-Fi 速度改善のための動画、またパソコン購入後に役立つ情報など IT に関連した役立つ情報をジャンルを問わず発信していますので、ぜひチャンネル登録をして他の動画も見に行っていただければと思います。それではまずはこの動画の主なトピックを4つ紹介します。細かい目次は動画の概要欄に貼っておきますので、そちらも参考にしていただければと思います。まずは ThinkPad E14 の基本性能を紹介しながら、このパソコンの性能であればどんなことができるのかの具体例を紹介します。次に ThinkPad E14 の特徴やその他の性能を紹介していきます。次に私が個人的に残念と感じた点をお伝えし、最後におすすめの購入方法や周辺機器を紹介しますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。それではまずはこのパソコンの基本性能から紹介していきます。パソコンの基本性能として、まずはじめに確認すべきものは CPU、メモリ、ストレージとなります。まず CPU というのはパソコンの頭脳部分となり、パソコンで行うすべての処理を行う場所となっています。そしてこの CPU の性能を簡単に知る方法として、 CPU の性能を数値で表すパスマークという値があります。例えばこの図は一般的な作業を行う場合に、パスマーク値がどれくらいの値でどれくらいの性能と判断できるかの図となります。まずパスマーク値3000以下の場合、その CPU は低性能レベルとなります。このレベルでも快適にできる作業の代表例としては E メールの作成やオフィス作業、またネットサーフィンとなります。パスマーク値5000程度の場合、通常性能レベルとなり、ウェブ会議や動画視聴も快適に行うことができるようになります。動画視聴などは低性能レベルでもできないことはないのですが、このレベルぐらいから動画再生時のもっさり感がなくなりますので快適となります。そしてパスマーク値1万程度となると高性能レベルとなり、一般的な作業であればほとんど何でもできるようになります。例えば比較的高負荷な作業となる動画編集作業であっても、フル HD 画質レベルの編集であれば快適に行うことができるようになります。その他どんな作業が快適にできるかの例をざっと挙げると、このような作業であればパスマーク値1万程度あれば快適に作業を行うことができます。では ThinkPad E14 のパスマーク値の値がどれくらいかというと、なんと 16,400 にもあります。そのため一般的な作業を行う場合であれば超高性能レベルと言って良いレベルの CPU となっています。ただし 3D グラフィックのオンライン PC ゲームや 4K 画質の動画編集を行う場合などにおいては CPU よりもむしろ GPU というグラフィックを処理する装置の性能が重要となってきますので、 GPU 性能が高いゲーミング PC を使用することがおすすめとなります。これについてはこちらの動画で解説していますので参考にしていただければと思います。次にメモリですが、メモリは 16GB メモリを搭載しています。しかも最近のモバイル PC はメモリを交換できないタイプが多いのですが、 ThinkPad E14 は 16GB 中の 8GB のメモリについては交換可能となっていて、最大 24GB までメモリを増設することも可能というところが特徴的です。ちなみにメモリは 8GB あれば、ここに記載している程度の作業であればどの作業であっても単独で行う場合については快適に行うことができますので、 16GB あればまずメモリ不足になることはありません。また複数同時に作業をしたとしても 16GB あればなかなかメモリ不足になることはありません。例えばよくある複数作業として投資をする人などがこのようにパソコンを複数画面に拡張して同時に複数の情報を見ながら取引を行うということなどがありますが、4画面に拡張して取引画面などを起動し、さらにこの時のメモリの状態を皆さんにお見せするためにパソコン画面を録画するソフトも実行していますが、この時の状態でもメモリの使用量は 10GB 前後となっています。そのためなかなか 16GB を超えるようなことはないと思います。ちなみに ThinkPad E14 はこちらにある Type-C 端子2個と HDMI 端子の3箇所から映像出力ができますので、このように最大4画面にまで拡張して作業を行うことができます。例えばこちらのモバイルモニターであれば、
持ち運びもできて画質も 4K 画質のモニターとなっていますが、2万円台で買えて非常にコスパが良いのでおすすめです。これらのモニターを紹介しているリンクを動画の概要欄に貼っておきますので、興味がある方はチェックしてみていただければと思います。次にストレージですが、まず種類が SSD M.2 となっていますので、データの読み書き速度がかなり速いタイプのストレージとなっています。実際にその速度を測ってみると、データの読み込み速度が 3709MB 毎秒、データの書き込み速度が 3384MB 毎秒となっていますので、1秒間に 3000MB 以上のデータを読み書きできるということになります。これがどれくらい速いのかの比較として、私のデスクトップマシンに積んでいる内蔵ハードディスクで速度測定を行ってみたところ、読み込み速度が 121MB 毎秒、書き込み速度が 113MB 毎秒となっていますので、これと比較するとめちゃくちゃデータの読み書き速度が速いということがわかると思います。そしてその容量は 512GB もありますので、内蔵ストレージの容量としては十分です。内蔵ストレージは使用するソフトウェアをインストールする分の容量と 30GB 程度のデータ保存領域があれば十分なのですが、例えばマイクロソフトオフィスホーム&ビジネスをインストールした場合でも 3.3GB しか使われませんので、普通のソフトウェアを入れただけではなかなか 512GB で足りなくなることはありません。ただし動画ファイルなどをたくさんパソコンに保存する人の場合はすぐに容量が足りなくなってしまいますので、そういう人の場合はこのようなコスパの良い外付けハードディスクを使用することをお勧めします。動画の概要欄に私も使っている外付けハードディスクの購入リンクを貼っておきます。ということで、パソコンの基本性能である CPU、メモリ、ストレージは十分な性能と容量を搭載したパソコンでありながら、価格が9万円以下で買えるパソコンとなっていますので、用途が明確に決まっていない人の場合でも非常に買いやすいパソコンとなっています。次に ThinkPad E14 の特徴を簡単に紹介してから、その他の性能を紹介していきます。ThinkPad E14 の特徴。このパソコンを見て私が第一に思ったのは画面が大きいということです。14インチパソコンで、しかも画面の比率が16対10となっているため、通常のパソコンより縦の長さが長く、画面がとても大きく感じます。このサイズであれば家で使う場合でも十分な画面サイズと感じるのではないかと思います。画面が大きいですが、重さは実測で 1.5kg 以下の 1479g となっています。1479g はモバイルパソコンとして軽くはないですが、リュックなどに入れれば軽々持ち運べるレベルの重さとなっています。サイズ的にも A4 サイズの紙と比べた場合に少し大きい程度となっており、リュックに入れてもかなり余裕のあるサイズとなっています。また ThinkPad シリーズは外出先などで生じる衝撃にも耐えられるように特別に設計されたノートパソコンとなっていますので、非常に耐久性が高いパソコンとなっています。具体的には12の米軍ミル規格というアメリカ国防総省が採用している厳しいテストに合格したパソコンとなっていますので、満員電車で押されたぐらいでは壊れることはまずないと考えて大丈夫です。またバッテリーについても非常に持ちが良いものとなっています。電源を抜くと Windows の機能でバッテリーの持ち時間が計算されるので、それを使用してバッテリーの持ち時間を見てみると、バッテリーモードをバランス、画面の明るさを 70% にした状態の場合14時間30分、バッテリーモードをトップクラスの電力効率、画面の明るさを 70% にした場合1日2時間42分、つまり26時間42分という驚異的なバッテリー持ち時間表示となりました。ただし実際のバッテリー持ち時間はパソコンの使い方によって大きく変わってきますので、この時間は参考程度としていただければと思います。いずれにしてもこのバッテリー持ち時間は今まで検証してきたパソコンの中ではぶっちぎりの1位なので、 ThinkPad E14 はかなりバッテリー効率が良いパソコンであることは間違いありません。ということで ThinkPad E14 は家でメインで使うか外によく持ち運んで使うかが決まっていない人の場合でもどちらでも対応できる万能なパソコンとなっています。次にその他の性能についてを紹介していきます。内蔵カメラ、内蔵マイク。内蔵カメラ、マイクの性能については実際に録画した映像でお見せしていこうと思います。それでは内蔵カメラと内蔵マイクのテストを行っていきます。どうでしょうか？映像は綺麗でしょうか？音声はクリアでしょうか？ノイズなどはないでしょうか？それではテストを終了します。バイバーイ。ということで内蔵カメラ、マイクの性能は十分であることをご確認いただけたと思います。ちなみに内蔵カメラには物理的なプライバシーシャッターがついていますので、セキュリティ的にも安心です。Wi-Fi 性能。Wi-Fi は最新の Wi-Fi 6E に対応していますので、どのルーターを使っていたとしても、そのルーターが出せる最高速度で通信を行うことが可能です。それでは実際に速度測定を行った結果をお見せしていきます。この速度測定テストは Wi-Fi ルーターが1回でパソコンが2回、また測定時刻は昼の2時半頃というあまり良くない条件で速度測定を行った結果となりますが、それでもダウンロードが 305Mbps、アップロードが 423Mbps 出ていますので、十分に速い速度が出ていることがわかります。ちなみに参考として YouTube が公式に出している推奨速度を見ると、フル HD 画質の動画でダウンロード速度 5Mbps となっていますので、それと比べるとめちゃくちゃ速い通信速度を出せていることがわかると思います。ちなみに今回の速度測定で使った Wi-Fi 6E に対応しているこちらのルーターについてはこちらの動画で紹介していますので、参考にしていただければと思います。スピーカー性能については実際に20秒ほど音楽を聴いてみていただこうと思います。
ことでスピーカー品質は非常に良く、また音量もかなり大きな音量とすることができます。ディスプレイ映像。ディスプレイの映像は色の感じが分かりやすいようにするためにドラクエ10のゲーム映像でお見せしていこうと思います。ちなみにディスプレイはこのように180度まで開くことができますので、対面している人にディスプレイを見せたい場合などにこれが便利だったりします。また視野角が広い IPS パネルとなっていますので、少し横からぐらいなら普通に映像を見ることが可能です。ちなみにこのパソコンでゲームをプレイする場合、グラフィック負荷が低いドラクエ10であれば快適にプレイすることができ、グラフィック負荷が普通レベルのファイナルファンタジー14であれば普通レベル、グラフィック負荷が高いレベルのファイナルファンタジー15の場合はプレイすることが難しい性能となっています。いずれにしてもパソコンでゲームをプレイすることが大きな目的の一つとなっている場合は、ゲーミング PC を購入することがおすすめとなります。ゲーミング PC についてはこちらの動画で紹介していますので、参考にしていただければと思います。個人的に残念と感じた点としては SD カードのスロットがないことです。私の場合、写真のデータの取り込みなどで SD カードをよく使いますので、これがないのが少し残念なポイントとなりました。ただし SD カードの端子がないパソコンはモバイルパソコンではよくありますので、私はこのような変換器を持っています。こちらの変換器の場合、800円程度で買えてデータ転送速度も速いのでおすすめです。参考として動画の概要欄に購入リンクを貼っておきます。ということで SD カードのスロットがないこと以外は特に悪い部分が見つからず、むしろこの性能のパソコンを9万円以下で買えるならめちゃくちゃお得だと思います。このパソコンの内容からするとおそらく今後値上げされていく可能性が高いと思いますし、また円安も進み、3月22日現在1ドル151.27円と非常に円安が進んでいる状況となっていますので、この影響が数ヶ月後のパソコン価格に影響が出てくる可能性が非常に高い状況となっています。そのため安く買える今のうちに早めに購入することをお勧めします。では次に ThinkPad E14 の購入方法を紹介していきます。購入方法。まずは動画の概要欄丸1のリンクをクリックしてください。するとこちらの画面が表示されますので、カートに入れるを押します。次に保証の選択となりますが、1年間の保証は無料でついてきますので、有料の保証をつけることは必須ではありません。ですが今だけかもしれませんが、5年保証が 18,590 円と非常に安くなっていますので、この価格であれば5年保証をつけた方が良いのではないかと思います。今回は1年保証のままにして次に進むを押します。次に周辺機器ですが、モニターが欲しい人はここでセットで購入するとお得なのでおすすめです。ちなみにこちらのモニターが 23.8 型となっていますが、ちょうど私もレノボの 23.8 型のモニターを使っていて、こちらが 23.8 型のモニターとなりますので、サイズ感を参考にしていただければと思います。パソコンの14インチモニターと比べると 23.8 型のモニターはかなり大きいサイズのモニターであることがわかると思います。次にマウスについては、まずは普通に安いマウスで良いと思います。しかもこちらの ThinkPad USB Type-C ワイヤレスマウスであれば色も本体と合ってますし、かなりの割引価格で購入できますのでおすすめです。また Type-C 端子が1個マウスで使われてしまうのが嫌だという人もいると思いますので、その場合はこちらのレノボ530ワイヤレスマウスがおすすめです。こちらのマウスは実際に私も使っていて、ちょうど良い大きさで使いやすく、また安いのでおすすめです。こちらのマウスについては動画の概要欄丸2に購入リンクを貼っておきますので、パソコン購入後にこのパソコンを購入して付与されるポイントを使って購入するとお得だと思います。またマウスパッドも非常に重要で、このようにクッション付きのマウスパッドを使わないと長時間パソコンを使う人の場合、手のここの部分が痛くなってしまいますので、クッション付きのマウスパッドを購入した方が良いと思います。私のおすすめのマウスパッドを動画の概要欄丸3に貼っておきますので、参考にしていただければと思います。次にキャリングケース、バッグについてはここの一覧には出てこない商品ですが、このようなスリーブケースに入れて持ち運ぶとより安全性が高くなりますのでおすすめです。このスリーブケースはレノボの14インチサイズのパソコン向けに作られているものとなっており、全体がこのようなふかふかな素材で囲われていますので、衝撃に強く、また防水処理がされていますので、雨の日でも中まで水が染み込まないようにできていますので安心です。またこのままリュックに入れることもできます。そのためパソコンの持ち運びを良くするビジネスマンや学生の場合にはこちらを一緒に購入することをおすすめします。こちらは動画の概要欄丸4に購入リンクを貼っておきます。今回の例では何も追加せずにカートに入れるを押します。そしてカートに選択した製品が入っていることを確認します。ここでThinkPadシリーズを購入する場合は、大学生、専門学生の場合は認証を行うと学割価格になる可能性がありますので、認証を行ってみると良いと思います。またThinkPad E14 の場合、マイレノボリワーズの会員登録をして購入すると799円分のポイントをもらうことができますのでおすすめです。例えばポイントを使って先ほど紹介したマウスやスリーブケースを購入することも可能です。あとは購入手続きへ進むをして購入すれば OK です。今回の動画いかがだったでしょうか。ThinkPad E14 を超万能なパソコンとして紹介しましたが、性能、価格、モバイル性、どれをとっても非常に優れたパソコンとなっていますので、ぜひ今の価格で購入できるうちに
に早めに購入することをお勧めします。またパソコンを購入した場合にはこちらの動画を見ていただくと、初めに行うべきセキュリティ設定の方法やパソコン購入後に初めに行う Windows 初期設定の方法を説明していますので、ぜひこちらの動画も見に行っていただければと思います。この動画のリンクを動画の概要欄に貼っておきます。もしこの動画が面白かった、役に立ったという人は高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。また ThinkPad E14 やその他のパソコン購入について質問などがあればメーカーを問わず回答していますので、ぜひ気軽に質問していただければと思います。それではまたお会いしましょう。See you next time. バイバイ。